はいどうもこんにちは、リリオです。まあちょっと久々すぎて動画の撮り方よく覚えてないんだけど、寝起きです。まあところで僕は、どんなキーボードを使っていつもゲームをしていると思いますか？まあね、大体の人が思うのは、まあね、ゲームやってる人だから、ゲーム実況者だからこうゲーミングキーボードみたいなものって使ってるんじゃないのって、思っているそこのあなた、僕が使っているキーボード、今何使ってるか見せてみようと思います。今すぐ目の前にあるのでちょっと見せられますね。はい、こちらです。はい、これね、ロジクールの買った時は3000円ぐらいで買った超業務用キーボードです。これ一応ほら Bluetooth で接続できるっていうメリットがあって、こうどこでもね、持ち運んで使えるっていうメリットはあるんですけど、いかんせんこれまず4つ同時押しだったかなまでしか対応してなくて、5つ目を押すと吹っ飛ぶんですよね。どれかがどれかが吹っ飛ぶっていう魔法のキーボードで、ゲームをするには非常に向いていないというか、キーボードでございまして、ただまあね、タイピングとかそういうのだけにおいてはすげえいいキーボードではないんだけど、多分このキーボード以上にコスパのいいものは存在しないと個人的にも思います。で、今回はですね、新しいキーボードを購入いたしましたので紹介しようと思います。ということで、ヨドバシカメラ Welcome to ヨドバシカメラで買ってきましたっていうか、これはね届いたんですね。発売日が明日です。発売日明日なんだけど今日届いちゃったんで、今日開けようと思います。動画がいつ上がるのか知りませんが、開けていきたいと思います。それを見せてくれ俺に。というわけで、僕が購入したのはこちら、Apex じゃないよ、これ Apex って読むかもしれないけど、多分 Apex です。Apex って言っちゃった某ゲームとか、これ Apex Pro TKL テンキーレスモデルですね。ところで、こちらいくらすると思いますか？聞いて驚くことなかで26,000円か7,000円、違うな、28,000円しました。28,000円おかしいよね。28,000円かキーボードにって思ったんですよ。まあ使ってみると本当にすごいから、僕もこれ何回かこうお店とかで叩いてきたんですけど、すごかったです。一応 TKL このテンキーレスモデルっていうのはちょっと展示されてるところがなかったので、 TKL じゃないモデルを普通に触ってきました。でまあね、この俺机結構狭いのでテンキーいらないなと思って、なんでテンキーはまあ必要な時に買えばいいなと思って、今回はなしで購入しました。いや、悪い評判は聞いたことないな。まあ高いからね、高いから購入する層が結構限られているっぽくて、まあね、半端なユーザーは買えないというか、思いっきりマイクぶつけてフォーグローリー、成長する人に向けて的な意味。これグローリーってお前はもっと強くなれるって意味かな。うわーすげえ、普通にキーボードとしてかっこいい。なんかフォーグローリーのところ開けられるようになってなんか入ってるんだけど、まあこれ、はい、フォーグローリー段ボール。うわすごい、裏もちゃんと黒い加工されてる。これいい作りですやん。これ置いといて、まあ内容物としてはまずキーボード、これ本体ですね。まだビニールかかってるんであれですけど、本体と、これは USB ケーブルですかね。なんかもうすでに本体とつながってまして、あとは二股で、なぜか二股でこう USB2.0 が二股で刺さるようになってます。これは何を意味しているのかはちょっと後で見ていこうと思います。まだもう一つものがついてまして、何かというと、まあ基本的にこう欲しい人しかつけなくて、あんまりつけることあんまり多くないようなもののようにも感じることはあるんですけど、これあれですね。こちらパームレストと呼ばれるパソコンじゃない、キーボードの、手前側につけて、こうキーボードって普段高いじゃないですか。こうちょっとだけ、まあこれ感じない人は感じないんですけど、結構いいキーボードとか使ってる人ってキーボードが高くできてて、結構こう打ってるとこう疲れちゃうんですよ。それをここに乗っけることで、高さをこう斜めに、これ斜めな設計になっているので、これでこう手首を疲れないように作業しやすくっていう感じでつけられる、パームレストですね。
これがなんともともとついてるという。しかもこれ多分マグネットで付けられるようになってるので、パチッてやってすぐ付けられるんじゃないかな。これが、内容物全てでございますね。開けて接続してみましょう。うい、こちらが、よいしょ、本体になっております。こう見ると面白いね。なんかだってほらモニターついてたりとかさ、ここに謎のボタンがなんか無限ポチポチみたいなやつのボタンと、こっちも押せるようになってんだけど、これ何、こうトグル、なんかこうマウスのあれみたいなくるくる回るタイプのボタンもありますし、結構シンプルにこれ一応ね日本語配列ってことで、まあね、日本語に必要なものはいくつかついてて、かつこれかな、この日本語と英語変換のキーがこれになっているので、まあゲーム勢からしたらちょっと使いづらい部分はあるんですけど、まあ僕らとかからしたら、まあ、普通に使えるいつものキーボードって感じですね。おー、なんか今冬なんだけどさ、これ寒そうかなと思ったんだけど、結構見てマットな仕上がりになってる。まあ寒いことには変わりないかもしれないけど、これゴムっぽい材質でできているので、まあ使い込むと多分ホコリ溜まってきますね。これ普通にホコリ溜まってくるけど、まあこっちか、ホコリ溜まってくるけど、まあ問題はあれですからね、腕の疲れを軽減できればいい、それでいいわけですから。これ結構面白い。なんかチョコみたいで、ちなみにだ、そうだ、これを実際につけてみるとどうなるのかっていうのをちょっと見てみると、これがこうつながる、割と柔らかめにくっつくんだね。必要な高さが落ちるのですごく使いやすくなるみたいな感じだと思います。じゃあこいつは とりあえず一旦横に、キーボード抜かなくてもこうやってどかせばいいの。しかもやっぱりこいつが繋がんないって戻そうとしてもただ戻すだけでいいから楽だよね。で、なぜこいつが二股あるのかっていうのをちょっと調べてみましょう。僕も今ちょっとわからないので、この二股のこれについてなんですけど、なんでこうなってんのっていう、これ普通にしかも中白だし、これ何なのっていうと、これよく見ると分かるんだね。こんな感じ、見えるかな、映ってなかったら申し訳ないんですけど、ここにキーボードみたいな刻印があって、もう片方はただ USB の刻印が入ってるみたいな感じなんだけど、何かっていうと、こいつキーボードにパススルー、ここに USB パススルーポートがついてまして、ここからね USB を挿すことで、例えばワイヤレスマウスとかそういうのを接続することができるようになるみたいな感じかな。レシーバーがね、ほら遠いとマウスとかは特にこう反応速度が遅くなったりとか、プツプツ飛んじゃったりとかするので、まあそういうのを分かってる人とかはこれすごく便利な機能なんじゃないかなって思います。例えば SD カードとかだって下の方に置いとくと使いづらいなって思うこと結構あると思うんで、そういう意味でも便利かなって思います。というわけで、じゃあ接続していきましょう。今すごく神がかった配置になったんだけど、まあこれは後で写真でもあげればいいかな。なんかすごい撮影方法で今撮ってるんですけど、すごい自分でもびっくりした。これはね、OBS の録画時間わかんなくなる。それはまあいいや、それは置いといて、とりあえず早速、これを接続してみたいと思います。このケーブルをね、お前を使うときはしまうときだよ多分この二股ケーブルをですね、さてこの二股ケーブルをパソコンの裏にちょっと挿すので、机とかを動かすので少々画面グラグラすると思うんですが、ほぼカットされるので、よし、お、光ってるおー、光りましたね。もうこれ普通に使えるのかな、キーボードとして打ち込めるのか、ちょっと見てみますか。あ、打てます。お静かだな普通に。しかもすごい光ってるんだよね。わかるかな、ほらすげえ光ってる。まあもうこれだけですでにね、レスポンスが異常に速いのがわかるんだけど、すごいところポイントをねちょっとなんとなく調べてきたので、それを見ながらちょっと、やっていきたいなって思うんですけれども、まずこいつに使われてるこのスイッチが、このスイッチがすごくいいやつ、スティールシリーズ史上一番いいやつを使っています。なのでこのスイッチは、センサーが一つずつ入ってて、こう
ちゃんと一番奥まで押し込んだ時だけ反応するか、ちょっとでももうスマホみたいにこうちょっとでも触ったら反応するかっていうのを、これ一つ一つ、このキー一つ一つに設定することができると、それぞれ別の設定を適用することができるっていう特殊な、キーボードとなっております。でもう一つはここに今、何も、ただスティールシリーズ、これ見えてね、スティールシリーズとしか書かれてないけど、ここに、ディスコードの通知とか、なんかそういう通知だの、なんかそういうのをいろいろなんか表示することができるらしいんですけど、普通にプレイしてると多分ここ見えないっていうまあまあキートップが高いので見えないかもしれない。結構ね、ここのバックスペースがね、多分俺が今まで使ってたのと1個右にあるから、こことか押しちゃう。こことここ押しちゃうな。でもこの音がいいでもちゃんと下見ればあれだわ。今ずっと画面見ながらやってたので、多分単純に普段の感覚で打とうとしたから失敗したのかも。普通に下見てたら打てたわ今。といった感じですかね。インストールが終わったかな。インストールウィザードよりも先に起動しちゃったんだけど、エンジンが。Apex Pro 10キー LS っていうのがありますね。光りましたね。でちなみになんかこれはこのスティールシリーズボタンを押すことで、これ色変わってんの分かりますかね。なんかスティールシリーズのキーボードというか、違うな、このキーボード独自の機能みたいのをここを押すことによってなんかコントロールできるみたいな感じで、確か説明が入ってたはずです。やば。ほらすでに結構動いてるんだけど、これはちなみになんかこうもともとプリセットみたいな感じで設定がいくつか入ってて、今これはあれかな、押したところが白くなるっていう地味に面白いものですね。どこ入力したかこう手元を映してる配信者の人とかこう入れた時とっさに分かるっていうのは面白いかもね。イルミネーションみたいな感じで常に光が変わるみたいな、こういうのもあれば、これは7色かな。ほらこれはねウェーブって言って、もうなんか一番ここ真ん中押すと外にわーって、こっちからもそうなんだけど、ここ押すとわーって、とにかくやかましい。なんならこれのためだけに買ったって人も結構いるんじゃないかな。これはなおやかましいモードですね。いいじゃん。なんかベースエフェクトっていうのがあったわ。これがねゴーストチェイスっていうプリセットですね。なんか光が斜めになりながら白い横にこうスーってくるみたいな。できたね。ほらこんな感じで1個だけキーの色変えることとかもできるし、他にはこう単色にして、ほらここは H はピンクとか E は赤とかこんな感じで面白くこう、例えばだから他にも J は緑とか、こうやって特殊なこう色の配置、自分のオリジナルの配置を、こんな感じでね色を変えて配置することができるので、こいつのショートカットキーなんだったっけと思った時は、こういう風にもともと色が変わってればこれを押せばこうなるんだなみたいなのが分かるみたいなね、そういうのも使えますね。そういうのにも使えたりします。これはすごく面白い機能だと思います。しっかりプリセットもあるので、やっぱりやめたいなって思った時は戻すこともできますしね、しっかり簡単に。でアクチュエーションポイントっていうのもあるんだけど、これは説明が難しいんだよね。浅くすれば、今一番軽くしました。するとほらもうほぼ押してないんだけど、押してなくても反応しちゃうぐらいに敏感になってくれます。なのでこれはなんだろうな、瞬発力が求められるタイミングとかで必要なキーとか、そういうのに割り当てると強いかな。で逆に一番重くすることもできて、10にするとほら動かなくなった。ちゃんと押し込まないと反応しません。ほらこんな感じでね、押し込まないと反応しなくなります。重さのセンサーの変更みたいなのもできるというね、
まあ、デフォルトで5になってたので僕は5にしますけど、全部一応バインドとかも設定できるので A を押すと B が打てるみたいなのもできたりしますし、もうこれだけでほぼ全て完結しちゃうぐらいには便利なんじゃないかなって思います。こんな感じで使わない時は消えるようになるよとかっていうのも設定できるので、一生こいつみたいに一生こうと光らないようにする設定もできるっていうね。一応この中に CPU みたいなのが入ってるみたいなので、こういうのを考えて勝手にやってくれるみたいなね、すごく便利です。といったところで、ちょっと一回戻して、今回はここまでにしたいと思います。これでね、実際に少なくともねこの動画が投稿された今後の配信ではこのキーボード多分使っていると思うので、まあね感想とかはちょくちょくおいおいついちとかでまた別のタイミングでも言っていくと思うので、よろしければ見ていただけると嬉しいでございます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。Apex Pro 10キーレスの開封レビューでした。それでは次の動画でお会いいたしましょう。また今度。Tell myself it's not worth it. Tell myself no, but who cares? 'Cause tonight I will party. Sail some rudder on the ship, rum and beer. I'll take a drink, and tomorrow